こんにちは。行政書士社会保険労務士の小野です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は以前も動画でご紹介をしましたけれど、働きながら年金をもらうと年金の一部が支給停止になるという在職老齢年金について解説をしていきたいと思います。この働きながら年金をもらうというところに関して、いくらもらうと支給停止が始まるのかという、いわゆる支給停止の額というのがありますけれど、こちら、令和7年度に改正引き上げになっておりますので、その概要についてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは高年齢者の就業割合について見ていきたいと思います。その上で、今、働く高年齢者が増えている中で問題になっているのが在職老齢年金というものになっております。この在職老齢年金について解説をした上で、この在職老齢年金、何が問題なのかについて見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは高年齢者、ここでは65歳以上としますけれど、その就業割合について見ていきたいと思います。グラフの下につきましては、高年齢者の就業者数になっておりますが、直近2023年においては914万人ということで、過去最高を更新をしているということで、働く高齢者が増えているということ。またさらにですね、65歳までの継続雇用というのが完全義務化をされて、70歳までの就業機会の確保の努力義務化というのもある関係で、やはり高年齢者の就業者数というのが増えているという状況になっております。こちらはですね、20年連続で増加をしているという状況になっております。そして、グラフの上につきましては、こちらは全体の就業者数が高年齢者に占める割合を示したものになりますけれど、就業者数につきましても6747万人ということで過去最高を更新をしているという状況で、人手不足という状況、そして人口減少にもかかわらず就業者の数というのは今どんどん増えているという状況。その背景にはですね、高年齢者の就業率の向上、そして女性の社会進出といったところがありますけれど、高年齢者の就業割合というのは全体の就業者数に対して 13.5% ということで、7人に1人が高齢者という状況になっている。そして当然ですね、その結果、年金を受給しながら働く方というのもどんどん増えてきているという状況。一方ですね、国は社会保障制度のうちの一つとして年金制度というのを設けております。老齢年金、原則としては65歳から受給ですね。一部の人は65歳前から支給がされる特別支給の老齢厚生年金などはありますけれど、多くの方が65歳から受給というのが基本になってくるかと思います。したがってですね、65歳から年金をもらいながら、さらにまだ働いているという方もどんどん増えている。ここで問題になってくるのが在職老齢年金といったところになります。この在職老齢年金というのはですね、60歳以降に在職ですね、厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受けるという場合においては、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給を停止されるという制度になっております。そして具体的には賃金と年金額の合計額が令和6年度においては50万円でしたが、令和7年度においては51万円に変更になっております。この51万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止をされるというものになっております。ただしですね、老齢基礎年金は全額支給という形になっております。そして、賃金額につきましては、賞与も含む、標準報酬月額という形になっておりまして、いわゆるその標準報酬月額と老齢厚生年金の月額の差額を見ていくという形になっております。そして、この在職老齢年金ですけれど、
大きく2つに分かれておりまして、いわゆる功罪労と言われるものと定罪労と言われるものになっております。定罪労というのは65歳前の在職老齢年金のことで、低所得者在職老齢年金の略になりますけれど、こちら今現状もらっている方はもうほぼいらっしゃらないという形になってきているので、今問題になっているのは功罪労ということで、高年齢者在職老齢年金ということで、65歳以降の在職老齢年金についてがメインになってくるという形になっております。定罪労はですね、厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げが終了しておりますので、男性は2025年にも終了しております。女性の場合は2030年に引き上げが完了ということになるので、それ以降は対象者はいなくなるという状況になっております。ではですね、この在職老齢年金、何が問題なのかというところですけれど、この在職老齢年金制度については、一番多く指摘されるのが、65歳以降に一定以上の賃金を得ると、従前の保険料拠出に見合った年金額を受給できなくなる。そして、長く働く高齢者に不合理であって、勤労意欲を阻害をするという指摘がされております。またですね、在職老齢年金は給与所得のみが対象になっているので、資産所得などは対象にしていないことで、給与所得者との不公平感というのも指摘されている。そして、在職老齢年金の支給停止部分というのは、繰り下げ受給による増額の対象にならない。これらの点が問題点として支給がされております。やはりですね、この在職老齢年金以前から問題点は指摘されてきた関係で、2024年による年金の財政検証オプション試算の中でですね、在職老齢年金を廃止をした場合というのもシミュレーションで試算がされております。これを廃止した場合ですね、2022年データになりますけれど、対象者が約50万人いて、全受給者の 16% という形で、支給停止額が約4500億円ほどあったという状況になっております。ここの部分に関しましては、廃止をするかどうかといったところの検討が常に上がってきている状況ではありますけれど、働く高年齢者の意欲を阻害をするという一方でですね、人手不足といった状況の問題、このあたりのバランスをどう考えていくのかというのが非常に難しい問題になってきているかと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、年金と高年齢雇用継続給付の併給にも注意をしてほしいと思います。高年齢雇用継続給付につきましては別の動画でもご紹介はしておりますけれど、こちらもですね、将来的な廃止というのが決定をしておりまして、令和7年4月からは高年齢雇用継続給付の給付率というのが 15% から 10% に引き下げになっております。そして、在職老齢年金の適用だけではなく、さらにですね、年金と高年齢雇用継続給付における年金の一部支給停止という可能性もあります。最高としてはですね、標準報酬月額の 6% という形になっておりますが、こちらはですね、いわゆる先ほど2030年には女性も含めて全ていなくなるというふうに説明しましたけど、定罪労の方が対象になっているので、ごくわずかな方が対象にはなるかと思いますけれど、こういった部分ですね、年金と高年齢雇用継続給付の関係にも注意をしてほしいと思います。また、2025年は年金改革の年になっております。国会において年金改革関連法案を提出しようとしましたけれど、いろいろありまして結局提出は断念しているという形で、今現状ですね、まだ議論をしているといった状況。その中で在職老齢年金の廃止、もしくは一部緩和といったところの議論はされておりますけれど、もちろん在職老齢年金を廃止をした場合は、年金財政は悪化をしていくと
といったところもあります。なかなか難しい状況ではあります。その他ですね、社会保険の適用拡大といったところの議論もありますし、団塊ジュニア世代の年金困窮問題というのをまた別の動画でご紹介はしておりますけれど、こちら基礎年金を3割増やしていこうというところで、厚生年金の方の積み立てを流用するといった話、こちらもですね、断念を結局はしているという現状になっております。今、年金改革に関して議論がされている状況ですけれど、今までの年金改革に関しましては、大幅に悪化をした年金財政の改善を行っていって、年金制度の安定化、信頼性を高めていくことが重点置かれておりましたけれど、今考えなければいけないのは、それに加えて今現状問題になっている人手不足ですね。人手不足倒産というのが過去最高になっており、2025年もまだまだ増えていくと予測されておりますけれど、この人手不足も加味して年金制度を構築しなければいけないといった状況で、非常に舵取りが難しいという形で、この年金改革関連法案についての改正案についての動向が予断を許せないという状況になっております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。